最新のイチジク畑の状態はこのような状態になってるんですけども、データですね、比較するために申し上げたいと思います。ちょっとメガネかけます。見えないんで。動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回のイチジク通信、今回はこちら。3R 雨よけハウスの方に来ております。本日は5月の19日月曜日となっております。天気はですね非常に良くて爽やかな天候となっております。今回のイチジク通信、今言いました通り5月の19日で、昨年ですね5月の20日ちょうど1年前に同じこの 3R の畑で撮影をしておりましたので、昨年と比べてデータ上ですねどのようなですね違いが出ているのかというのをですね紹介させていただきたいと思います。こちらの畑はですね、マスイドーフィンと黒イチジクですね、ビオレソリエスが混在しておる畑になるんですけども、昨年5月20日の方にビオレソリエスですね、そちらの方のこの背丈、長いもので20センチ、短いものは5センチとなっておりました。天葉の方はだいたい5枚から6枚というふうになっております。ドーフィンの方はですね、10センチからだいたい20センチ、天葉の方は6枚から7枚という具合になっておりました。これが昨年のデータですね。では実際にですね、今回どのようになっているかっていうのをですね、共有させていただきます。こちらですね、ビオレの方の木になります。結構太くなってます。これ長そうなので測定してみますね。はい、こちらの方見ますと20センチぐらいですかね。天葉の方は1、2、3、4、5、6で7枚目が見えている状態。こちらもね、結構長くなってますね。これですと、だいたい15センチぐらい。天葉の方は、1、2、3、4、5、6ですね。6枚となっております。小さいものはね、もうこんな感じです。5センチあるかないかぐらいですね。天葉でも1、2、3、4枚は出てますね。ビオレの方はですね、まだ芽かきはしておりません。もっと後にしますので、今、剪定をしたまんまの状態になってます。長いものはやっぱり20センチ、短くても5センチぐらい。天葉も5から6枚と、ほぼ昨年と同じ状態になってます。で、こちらの方は木がですね、結構もう大きくなってますよね。この枝自体が、もうこう測っただけでも、ここだけでも1メーター90あります。根元まで測定すると、おそらく3メーター以上。もう3メーターですね、ちょうど。結構ですね、大きな木になってます。こちらの方はもうちょっとコンパクトになっている黒イチジクになってます。こちらも同じで、芽かきはまだしてないんで、見ての通り。芽の数はものすごいです。1本の枝から2本以上ですね、出ている状態です。こちらもね、長いのを測ってみると、20センチちょっと切るぐらいですね。20センチあるかないかぐらい。天葉は同じですね。1、2、3、4、5枚から6枚という感じです。こちらから先がですね、マスイドーフィンという状態になってます。うちの畑で一番最初に芽かきを行ったのが、こちらの方のね、3R の畑から今年はスタートいたしました。芽かきを済ましたのがもうすでに2週間ぐらい前に1回目の芽かきを完了しているような状態で、現在はですね、もうかなり伸びてきております。詳しく見てみましょう。こんな感じに伸びてます。もう周りからね、新芽がもう2つ、これですとこことこちらにね、もう2個出てましたね。じゃあ長さの方ですね、見てみましょう。長さの方は、そうですね、根元から測って10センチぐらいですかね、という状態です。天葉の方は1、2、3、4、5、6、7枚目が出ている状態ですね。結構ね、いい太さになってますね。根元の方にね、もう実の細胞の方が見えてきてます。ちょんとね、膨らんできております。こちらの方はですね、先ほどのから見れば若干細めです。長さの方は10
5、6センチってところですね。転用の方は1、2、3、4、5、6枚目がね、転用してきている状態です。こちらの方ね、見てみますけども、こちらもだいたい15センチぐらいですね。で、1、2、3、4、5、6枚目ということで、どこを測ってもだいたい15、6センチ、20センチっていうのはちょっと今年は見当たらないかなという感じですね。先ほども言いました通り、今年一番最初に芽かきをしてですね、結構芽を描いてきたんですが、なんかものすごい芽の数。これ、いくつ残ってる？ 4 つまだ出てますね。1個か2個を残したつもりにいたんですけど、4つになってますね。1回目のね、芽かきを済ませたんですが、それでももう新しい芽がものすごい出てきてて、数がすごい。これもそうですね。3個出てますよね。全体的にね、もう一回ね、もうすぐにやった方がいいですねという状態に数が多くなってます。最新のイチジク畑の状態はこのような状態になってるんですけども、データですね、比較するために申し上げたいと思います。ちょっとメガネかけます。見えないんで。で、動画でね、私結構ですね、2月、立春過ぎてから大雪に見舞われて、1ヶ月ぐらいですね、作業がスリップしていますと。遅れてますよっていうお話を申し上げてるんですけども、まず気温ですね、2024年1月、2月、3月、4月、この4ヶ月間で見ますと、1月の平均気温は 5.1 度、2月は 5.4 度、3月が 6.6 度、そして4月は14度となっております。最低気温の方ですね、1月が 1.8、2月が 1.8、3月は 2.9、4月が 9.6 となっております。そして2025年確認しますと、1月平均気温は 4.2 度、2月が 3.0、3月が 8.0、4月が 12.5 度となっております。なので、やはりですね、2月の気温がですね、2度以上ですね、2.4 度低い。1月、2月がですね、今年は非常に寒かったと。特に2月の気温が低いですね。3月が若干高くなって、4月もちょっと低くなってますね。いうことになっておりますので、私の予想とすれば若干成長が遅れているのかなとは思ったんですけども、見ていただいた通りで、そこまでね、開いてないという感じですね。ちなみに2024年5月のですね、平均気温は 16.9 度となりますので、果たして5月が終わったらこの数値がどうなっているのかというのをですね、また確認してですね、皆さんに共有できればと思っております。じゃあ次にですね、5月の作業どこまで進んでいるかというお話をさせていただきます。追肥作業の方は終わりました。動画の方も公開させていただいておりますので、まだですね、チェックされていない方はぜひチェックの方してみてください。で、芽かきの方ですね、1回目の芽かき、黒いチジクはまだしませんので、それ以外のですね、1回目の芽かきの方は完了いたしました。5月の作業でね、まだ残っているものといたしますと、これはちょっと確定ではないんですけども、もしかしたら行うかもしれない。どちらかというと、梅雨に向けてですね、やりたい作業として、こちらですね。はい。前もちょっとお話ししてるんですけども、今年はこちらの雨よけハウス。いつもは収穫の直前に屋根をかけて、収穫時にですね、雨に当たらないような状態にして収穫をするということをしておりましたけども、今年は梅雨に入る前、もう5月の終わりから6月の頭にはですね、屋根をかけてしまうという予定にしています。これをすることによって何がいいのかと言いますと、疫病ですね。雨に当たらなくなるので、疫病のね、被害がなくなります。ということで、疫病のためのですね、殺菌消毒をしなくていいということで、消毒の回数ですね、この畑だけになるんですけども、回数を減らすことができるという形になります。ただしですね、屋根をかけることになりますので、水ですね、冠水に対してですね、ちょっと懸念事項になるんですけども、私は昨年こちらの方に冠水をね、するシステムの方、
システムというほど大げさではないんですけど、散水システムの方ですね作りましたので、そちらを活用できますので心配する必要がなくなったとなります。もう一つですね、これも確定ではないんですけども、どんどん暑くなってきますのでアザミウマのね発生が懸念されますので、1回目の防除作業を5月末もしくは6月のね頭に行う予定としております。前回ですね公開させていただきました芽かき動画、こちらの方でですね気になるコメントをいただきました。このコメントを読んで私はですね、なるほどなと思いましたので、皆さんとですね共有させていただければと思います。内容的にはその方は北の方でイチジク栽培をされてるんですけども、私のこの芽かき動画のもう一つの芽かき方法ということで、立てる芽ですねを増やして丈を低くして全体の収穫量は変えずに収穫を終わらせる時期を早める、そして体への負担も減らせるという芽かき方法をご紹介させていただきました。でこの方法っていうのは北の方に行けば行くほどメリットが非常にあるのではないかなというふうにそのコメントを読んで私思いました。私北陸ですけども、私よりもっと北の方東北の方でイチジク栽培をしていると、どうしてもですね秋が来るのが早いですし、その後ね寒くなるのも早いので、せっかくですねたくさん実をつけたとしても最後の方はもうほぼ収穫できない、青い実で終わってしまうという具合になるのを、もう一つのね芽かき方法を利用することによってほぼ全ての実を収穫することができるという可能性があるということに私も気づきました。私の思ったメリットとはまた違うメリットがあるなというふうにですね私感じました。今回のイチジク通信の方は具体的なですね去年とのですねデータを比較させていただきながらご紹介をさせていただきました。いかがでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。